ルトガル王国ではデニス王とイザベル姫との結婚パーティーが盛大に開かれました。デニス王19歳、イザベル姫11歳のことでした。そうしてイザベルとデニスの間には2人の子供ができました。やんちゃなアフォンソ君、おとなしいコンスタンサちゃん、王妃となったイザベルは毎日お祈りを捧げて子供たちの健康を祈りました。あら？そうなんです。昔の王様の結婚ですから。昔の王様ってお妃様の他にも何人も恋人がいたものなんです。なんと申し上げればよいものか。だけども王妃イザベル、本当に心優しいお方なのです。子供が大好きな王妃様、この子たちを全員引き取って自分のもとで育てました。この子もあの子もどの子もすくすく育ちますようにと熱心にお祈りを欠かしません。子供だけではありません。王妃イザベル、困っている人なら誰にでも手を差し伸べちゃうんです。貧しい人々を何とか助けようと毎日お城を抜け出します。お腹が空いている子には食べ物を、病気の子には薬を。そんなわけで人々はイザベルが心優しく自分たちを助けてくれることを喜び、この王妃には病を治せる力があると信じるようになる人もたくさんいました。もっともっと人々を助けられるようになりたい、そう願いに願うイザベルは巡礼の旅に出ます。ポルトガルのさらに北、スペイン、イベリア半島に最も大きな教会がありました。サンティアゴ・コンポステーラというその修道院を目指し、イザベルは
はるばる巡礼に向かいました。王家の象徴である王冠やたくさんの財宝を寄付し、貧しい人々への食料の足しに、そしてどうか自分にもっともっと人々を助ける力をくださいと願うのでした。ところがイザベルが不在がちなお城では、王と王子の親子関係がギクシャクし始めていました。次の王位継承権僕にくれるんだよねと父デニス王に問いかける息子のアフォンソ王子。そんなことはなくもなくもなくもないかなとはっきりしないデニス王にアフォンソ君怒ってしまいます。父と息子の間で戦争勃発。一触即発のその時です。イザベルが登場。喧嘩はやめて。体を張って軍隊の前に出ました。アフォンソ、お母さん、あまりに忙しくなりすぎたわ。でもね、あなたを心から愛しているのよ。今日のところは皆さんに失礼を言ってお城にどうぞお帰りなさい。そして夫よ、もう子供じゃないんだから、いい加減に優柔不断はやめてください。しかしまたもやアフォンソ王子、戦争を引き起こします。腹違いの兄サンチェスが自分の王位継承を狙っていることが許せません。スペインに追放してしまいますが、そうなってはサンチェスも黙っていません。兄弟間で、しかもポルトガル軍とスペイン軍を交えて国境エシュトレモスでの危機一髪。それを聞いたイザベル、馬に乗って登場。またもや、もう喧嘩も戦争もやめて。大衆を巻き込んでの兄弟喧嘩、お母さんは情けなくてよ。なんと危うく国と国との戦争まで収めてしまったイザベル。アフォンソ王子もお母さんにはやっぱり勝てません。うちの母さんすごすぎる。どうしてそんなにすぐ戦争しちゃうのと叱られたデニス王とアフォンソ王子。もうイザベルに自分たちの邪魔を絶対させまいと、王妃をエストレモスの町の高い塔に閉じ込めてしまいます。重ね重ね貧しい層の人間を王妃が援助することを嫌っていた王は、イザベル、もうこれ以上庶民と付き合ってはならないと固く言い渡しました。そしてイザベルは一人ぼっちになってしまいました。毎日編み物をし、小さな窓から鳥たちを見るだけです。貧しい人々をもう助けることができないと思うと悲しくってたまりません。ある日、編み物をしていたイザベル、塔の窓から毛糸の玉を落としてしまいました。こんな高い塔だから鳥じゃなければ無理ねと悲しんでいるイザベルのもとに、なんと小鳥が玉を持って窓辺に置いてくれたではありませんか。まあなんて親切な鳥なのかしら。
急いでイザベルは頼みました。心優しき鳥よ、お願い、この塔の鍵を私のもとに持ってきてちょうだい。実は鳥たちだってイザベルのことが大好きだったのです。お城の人に見つからないよう隠れながら王室のキッチンに入ります。そこにはたくさんの食料があったのです。季節は冬になっており、外には人々が凍えて食べるものを失っていることをイザベルは知っていました。イザベルが大急ぎで自分のスカートにたくさんのパンを隠してお城を逃げ出そうとしたその時です。イザベル、そのスカートの中にあるものは何だ。凍りついたイザベルの前には自分の夫、王デニスがいたのです。イザベルは恐る恐るけれども勇気を持って言いました。王様、ここにありますものは私から人々への愛のみでございます。うわはは。デニス王は笑いました。愛だと？そういうなら見せてみよう。人々のためにとイザベルが隠していたパンはすべてバラの花に変わっていました。これはバラの奇跡、ミラーグレダス・ホーザスと呼ばれ、現在もイザベル王妃を象徴する神話として語り継がれています。数々の奇跡を起こしたと言われる王妃イザベル。ポルトガル北部中央のコインブラにて修道院を建てます。コインブラサンタクラーラ修道院。忙しく働くイザベルです。粗末な修道着を着る王妃に王室の人々は困りもの。そんな彼らにイザベルは言うのでした。私は人々に尽くされるために生まれてきたのではないのです。人々に尽くすために
生まれてきたのです。王妃イザベルは後世も王室の争い、国家間の戦争を収めるために奔走し、最後はポルトガル南部アレンテージョ地方のエストレモスにて息を引き取りました。生前の彼女の願いの通りに、その体はサンタクラーラ修道院に移されますが、体からはバラの香りが漂っていたとのことです。王妃イザベル、カイーネ・サンタ・イザベルはその後ローマ教会から聖人と認定され、今も人々の信仰の対象となっています。